ゆっくりレ夢ムです。マリサだぜ。どうしたの？オープニングから疲れた顔しちゃって。もう暑くて夜も熟睡できないぜ。確かに寝苦しい熱帯夜は嫌よね。ランナーさんはしっかり水分補給をしながら、ロレックスマラソンをしてください。タバコの吸える喫茶店でケーキを食べるのもいいわよ。タバコは吸わないけどケーキは食べたいな。それにしても暑すぎて上着はいらないわね。そうなんだけど、時計マニアには危険なシーズンでもあるぜ。そう？大好きな時計を見せられるチャンスじゃない？物騒な世の中だから、高級時計をつけるのが、怖くて躊躇する人も多いと思うぜ。あ、それはあるわよね。もっと身近な話題で、通勤時も危険がいっぱいだよ。マリサは痴漢になんて合わないでしょ？そんな話をしてるんじゃないよ。じゃあ、何よ？満員電車だと、人の時計とぶつかる危険性もあるだろ？電車が急に揺れたりしたら危ないわね。痴漢に間違われない対策以上に左手は上げているよ。あれは時計を見せびらかしているわけじゃなかったのね。電車の乗り降りの時も危険がいっぱいだぜ。どうして？降りる人が優先なのに乗り込んでくる人がいるだろ？あれは迷惑だし、危ないわよね。わざとではないけど降りる駅だと急に気づいて、もう突進して降りようと慌ててる人もいたりするよ。時計同士が当たったら悲惨なことになるわね。駅の構内で前から突っ込んでくる人は何なんだ？確かに朝は急いでいる人が多いから危ないわ。だから上着が1枚あるかないかで気分的にだいぶ違うよ。時計好きの人なら共感してもらえるかもしれないわね。他にも汗でレザーベルトが傷みやすいなど、レザーベルト好きの人も大変かもしれないよ。なるほどね。とにかく電車の乗り降りの際は注意しようぜ。この番組は、時計の小話の提供でお送りいたします。このチャンネルに少しでも興味を持っていただけましたら、チャンネル登録をお願いいたします。動画の感想や購入報告などコメントに残していただけると、すごく励みになって嬉しいです。ロレックス以外の時計でも購入報告をいただけると、興味が湧いてきますので大歓迎です。ゆっくりしていってね。最初は何の話をしていくの？もちろん、ランドブエラーを試着した感想を伝えるぜ。ランドブエラーの試着が始まったの？マイケルさんがチャンネル内で、関西遠征で試着したと言ってたんだよ。あ、そうだったわね。貴重な情報を発信してくれるから要チェックだぜ。それで感想はどうだったの？ランドの文句は俺に言え。ってぐらい良かったんだ。そんなに良かったのね。ランドブエラーは人によって賛否が分かれていて、私もデザイン的にはデートジャスト派だったけど、試着したら痺れるほど素敵に感じたよ。展示された時も見に行ってたわよね。見るのと試着するのでは感じ方が全く違ったんだ。そんなこともあるのね。ダイヤルのアワーマークやハニカムモチーフも、全然気にならなくて逆によく思えたぐらいだよ。やっぱり試着は大事なのね。姿鏡で見た印象は気絶級に素敵に見えたぜ。大絶賛ね。もちろん好みだから全ての人が同じ感想にはならないけど、絶対に一回は試着することをお勧めするぜ。私も行ってみようかしら。販売員さんも親切丁寧に説明してくれるから、気軽に来店して試着できるか聞いてみるといいよ。わかったわ。販売も始まっているの？ネットで開始されたような情報を見ることはあるけど、聞いた限りではまだ入荷していないとは言ってたよ。店舗によってなのかしら？そうだな。早く入荷した店舗でも乗客さんを優先に販売していくと思うから一般ピーポーにはまだ回ってこないんじゃないかな。どちらにしても販売され始めたら話題になりそうね。問い合わせも多いと販売員さんは言ってたから、最初は争奪戦になるんじゃないかな。購入を検討しているランナーさんはそわそわしちゃうわね。値上げの可能性もあるし、早く流通が始まってほしいと焦っているランナーさんもいるかもしれないな。レ夢ムはどうするの？これはすごく悩んでしまうよ。気に入ったのよね？購入場面だったら、買います、お願いします。って言ってたと思うよ。制限明けまでもう少し時間があるから検討しないとね。そうだな。並びも見てきたのかしら？ついでだから、並びの様子も見てきたよ。行ったのは週末？そうだよ。午後の日中に行ったから、めちゃくちゃ暑くてバテたよ。これからのマラソンは大変よね。並木はカップルが一組待ってたな。デートでロレマラなんて、彼女さんも大変ね。カップルで行くと提案されやすいという話もあるし、しっかり接客してくれれば雰囲気もいいから、彼女さんも楽しく豪華な雰囲気が楽しめると思うよ。提案がなくても塩対応じゃなければ、デートでも楽しめそうね。購入できたらいい思い出にもなるしな。次は大丸東京かしら？大丸東京の前にファイヤーキッズさんにも立ち寄ったぜ。そうなのね。じゃあ、その話も後で聞かせてよ。いいよ。大丸東京は6組ぐらい並んでたよ。週末だからもう少し並びができていても不思議じゃないけど、大丸東京は前回も並びがあったし、回復気味ね。タイミング次第ではもっと並んでる時間帯もありそうだよね。
ランドブエラーの入荷情報が入ったら行列になるかもよ。時計人気のためにもロレックスには頑張ってほしいよ。高島屋ウォッチメゾンは2組しか並んでなかったな。なんで高島屋ウォッチメゾンは並びが戻らないのかしら？私も不思議でしょうがないよ。マリサにもわからないの？私がマラソンしてた頃は順路として次に行ってたから、次の店舗に行くと、さっきの店舗で前に並んでた人に会ったり、どっちかの店舗にだけ行くとかは思わなかったんだけどね。そうよね。もしかしたら三越本店も期待できないから、大丸東京の後は電車で違うエリアに移動するランナーさんが増えたのかもしれないな。なんかすっきりしないわね。そうなんだ。その三越本店は、やっぱり三越本店？安定と信頼の三越本店だぜ。もうわかったから、ファイヤーキッズさんの話を聞きたいわ。もしもということも。ないんでしょ？なかった。銀座のファイヤーキッズさんはどうなの？ファイヤーキッズさんで共通しているところは、スタッフさんがフレンドリーですごく居心地がいいんだ。雰囲気がいいなら、変に緊張しなくていいわね。スタッフさんは商品についてしっかり勉強していると思うよ。居心地が良くて時計に詳しいなんて最高じゃない。スタッフさんからは時計が好きという空気を感じるな。YouTube を見てても楽しそうな雰囲気を感じるわよ。中野ブロードウェイ店より海外ヴィンテージも多く感じたから、ロレックス好きランナーさんもロレックスのヴィンテージを見れるから楽しめると思うよ。現行好きのランナーさんも見てみたらハマるかもね。沼は底なしだから注意してほしいぜ。ミイラ取りがミイラにならないようにしないとね。ほんと注意しないと危ないことを実感しているよ。それでマリサの気になる時計はあったの？欲しい時計はたくさんあるから、もちろんあったよ。どのモデルなのかしら？やっぱりセイコーヴィンテージは魅力が溢れているぜ。そういえばバースエアウォッチはまだ戻ってこないの？まだ連絡がないけど、1ヶ月半ぐらいと言われてたから、もう少しかかると思うんだけど、毎日メールチェックしてため息をつくほど待ち遠しいぜ。早く戻ってくるといいわね。ほんと首が長くなるほど待ち遠しいよ。それで次に狙っている時計は？キングセイコーを購入したから、44ケースは気になっているぜ。どんな時計なの？4号ケースの前の世代なんだけど、生産期間が短いんだ。どれくらい？44ケースのクロノメーターは製造期間が2年ぐらいだよ。それはレアじゃない。4号ケースがハイビートだから44ケースのロービートは惹かれるぜ。どちらも欲しくなる気持ちはわかるわ。ここはグランドセイコーにするという選択肢もあるし迷うよ。そうなの？ 44ケースクロノメーターと 44GS は悩み出したらキリがないな。どこが違うの？製造期間も同じ2年間ぐらいでレアなんだけど、やっぱり 44GS はセイコースタイルを確立したモデルなんだ。元祖セイコースタイルの 44GS は歴史的ロマンも感じるぜ。それは欲しくなるわね。他にもセイコーヴィンテージの金無垢モデルは、まだまだお買い得な金額だと思うんだ。ゴールドモデルがあるの？ゴールドにすごく反応したな。当たり前よ、ゴールドにしなさいよ。候補には入っているよ。ヴィンテージセイコーにも色々あるのね。調べれば調べるほど欲しくなるし、引きつけられるんだ。楽しい悩みは尽きないわね。ほんとだよ。それと嬉しいことがあったぜ。なになに？ファイヤーキッズさんのトップページが変わったんだ。そういえば前回モザイクをかけてたわよね。変わったから言うけど、トップページに飛んでびっくりして、ブラウザバックした人も多かったと思うよ。感じ方は違うから、良かったと思っている人もいるわよ。そうかな。きっとそうよ。ファイヤーキッズさんは求人募集しているのね。話を変えないと炎上しちゃうわよ。そうなんだ。若かったら私も応募してみたかったぜ。仕事と趣味が一緒になるのは大変じゃないかしら？確かにそうかもな。両立できる人には良いと思うけど、マリサには無理よ。レイムは私のことを理解しているな。もちろんよ。時計好きで将来独立して開業したい人にとっては、勉強になっていいかもしれないな。そういう人にとっては検討してみる価値はあるかもね。私はトップページが変わったのでよしとするぜ。今回の小話はいかがでしたか？今回の動画が面白かった、役に立ったという方がいましたら、ぜひチャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。動画の数も少しずつ増えてきましたので、まだ視聴していない動画がございましたら、もう一本視聴していただけますと、すごく励みになります。動画の感想や購入報告もコメントに残していただけると、参考にさせていただけるので嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。